皆さん、こんにちは。今日は JR 九州の新しい特急カンパチに乗車するため、大阪駅から出発です。ということは、フェリーで九州に向かうの？その通り、時間はかかるけど、フェリーで九州に向かい、明日の特急カンパチに乗車です。まだ、時間もあるからスタバでも行かない？行きたい。私、ご褒美メロンフラペチーノをちょうど飲んでみたいと思っていました。限定だしね。うわぁ、美味しそう。これはいいね。大阪駅に、ある時ない時で、有名な551の豚まんがあります。私は好きなのでよく買って帰ります。私も大好きです。今から神戸線で、兵庫県にある住吉駅に向かいます。快速で19分ほどの道のりです。フェリーに乗船するときはいつも雨降りが多いのですが、珍しく晴れています。この神戸線、4線も線路があってほんとまっすぐですね。複々線といって、2つの複線軌道、すなわち4本の軌道が敷設された線路です。住吉駅に着いたみたいだよ。降りましょう。大阪からあっという間に着いてしまいましたね。快速さんありがとう。またね。船子の阪急フェリーを利用するんですね。そう、阪急フェリーを使います。ここだね。確か新門司港ではなかった。大分港にも行けるの？大分行きはサンフラワーがあるんです。連絡バスはまず、サンフラワーの乗り場に寄ってから、阪急フェリーのところに到着します。六甲アイランドに渡る橋からサンフラワーが見えてきました。見えないけど奥に阪急フェリーが停泊しています。阪急フェリーが見えましたよ。今回もフェリーに乗船できるの楽しみ。前は摂津だったけど、今回は大和と書いていますけど、何か違うの？姉妹線だから内装は同じです。同じなんだね。いつ見ても大きいね。この阪急フェリー、早く手続きに行きましょう。出遅れた。ゴールデンウィークだから早めに乗船できたみたい。しまった。ミケヤンがお出迎えです。乗船開始がいつもと違って17時ちょうどになっている。聞いておけばよかった。お土産屋さんで船子と節子がウェルカム。エスカレーターで3階に上がり、乗船口へ向かいましょう。なんかあまり天気が良くないね。もやってるし。これでは夕日見れないかも。人道橋を渡ってるとドキドキ、ワクワク感がたまらない。やっぱりフェリー最高。乗船口ですよ。嬉しすぎる。またフェリーに乗船できるなんて。ほんとだね。嬉しいよね。さあ中に入りますよ。なんか前回乗船した摂津とは違ってとてもシックな色使いですね。私は摂津の色の方が好きかもしれません。あれ、パイシューでなくクッキーシュー。何か変わったのかな？それとも同じ？私の好きなバタークロワッサンがない。残念。さて、お部屋に向かいましょう。階段で5階から6階へ上がります。そして6階から7階へ。今回のお部屋は7階にあるデラックスシングルという窓がないお部屋です。個室でリーズナブルな価格で乗船できる部屋で、スイート部屋と同じ階層にあるお部屋なのです。長い廊下には小さなお部屋がいっぱいあります。
ドアの下に大きく部屋番号が表示されていて、とてもわかりやすいです。ここと決めたお部屋の番号を指定しました。デラックスシングルではここがおすすめなのです。2人なので、おすすめの隣のお部屋を選びました。後でまた説明いたしますね。788号室です。この他に789号室、754号室、755号室がおすすめです。なぜかは後ほどお伝えいたします。QR コードでロックを解除いたしましょう。青いランプがついたらロックが解除された証です。部屋はこじんまりしていますが、十分な広さです。まずベッドから紹介しましょう。ふわふわのブランケットです。寒い時でもこれがあれば安心。布団もふわふわしていい感じです。枕はちょうど良い硬さだと思います。テーブルには椅子があって、ゆったりとできそう。湯飲みとインスタントのほうじ茶が2つあり、ケトルもあります。そして歯ブラシとティッシュペーパーがあり、船子のお持ち帰りタオルのあります。ペラペラですが、スリッパがあり、浴衣もついています。洗面台もついていて、ハンドソープにビオレユー、そしてコップがついています。この水栓はとうとうの良いものです。ここにもこだわりを感じてしまいます。エアコンは調整できるタイプなので良いです。部屋の照明スイッチ、そして船内放送のボリューム、靴べら、あとゴミ箱まであって完璧です。まだ出港までは時間がありますので、少し船内を探索してみましょう。デラックスシングルには、このような給湯器と冷水器があります。いつでも冷たいお水が飲めるので便利な場所です。デラックスシングルのお部屋にはトイレがありませんので、共有トイレを使用いたします。とても清潔なトイレで安心。もちろんウォシュレットですよ。そして同じ7階にはこのような展望スペースが設けられています。なんと天井の一部が天窓になっているんですよ。7階のデッキに出てきました。すごく開放的なデッキで気持ちがいいです。残念ながら、もやっている夕日。これでも曇っているよりはいいのかもしれません。どんと迫力のあるファンネルがかっこいい。まだ出港までは時間があるので、売店にでも行ってみましょう。お土産もいっぱい、船子グッズもたくさんあって楽しい。船子のクッキーは今回は買わなかったけど本当おすすめですよ。可愛いんです。美味しそうなコロッケやたこ焼き、ハッシュドポテトにチキンもあります。お酒のあてにどうですか？私はパイシューもどきのクッキーシューを2つも買ってしまいました。袋は船子袋です。阪急フェリーのエントランスは本当いいんです。ついつい何度も撮影してしまうんです。
ゲームコーナーがありますよ。クレーンゲームには船子のぬいぐるみやソファーもあってやりたいのですが、下手すぎて絶対無理。キッズコーナーには可愛い潜水船子の絵があってとても可愛いです。潜水艦には丸い窓があって凝っていますよ。マッサージチェアがありますが、一度も使ったことがないな。5階には阪急フェリーヤマトの営業時間のご案内ボードがあって便利です。三大橋梁の通過時間も書いてあります。ビールの自動販売機がありました。船内放送で23時までの販売とか言ってたような気がします。乗船口の扉の左右に二重施設機の言葉が書かれていました。もし知りたいと思ったらネットで調べてみてね。珍しい緑の公衆電話がありますよ。携帯がつながらない時に利用するのでしょうか。5階にはペットと一緒に泊まれるお部屋もあるんですよ。その奥にはカラオケルームも完備されています。エレベーターの横には5階の案内図もあります。お腹も空いてきたので、レストランに行くぞ。阪急フェリーといえば、鉄板焼きを食べないとね。うわぁ、こんなに混んでいるとは思いもしませんでした。いつもガラガラなのに、これでは、鉄板焼き食べれないかも。すごいのがある。神戸牛の炙り寿司、それも血統書付きですよ。座席は空いているんだけど、レストランが人数制限をかけているので、待っている状態です。やっと順番が来たのでレストランに入ります。船子が手洗いにご協力くださいということなので、きっちりと手を洗います。鉄板焼きはスタッフに言って旗をもらって席に運ばれてくるんですが、スタッフから全て売り切れだと宣告。かなりショックでした。仕方なく油淋鶏とおでんとご飯にいたします。美味しそう。出汁の染みた厚揚げと大根、そして油淋鶏、いただきます。私はカレーのチーズリゾットにしました。いただきます。食事を終え、レストランを出ましょう。ガラス扉には船子がご挨拶。ごちそうさまでした。レストランの同じ6階フロアには、大和と記念撮影できるボードがあります。バックは門司港の写真でした。セッツは神戸港でしたね。今日はいつもの明石海峡大橋の撮影方法ではなく、デッキの雰囲気もわかるように撮影してみました。どうでしょうか。
橋の下をくぐるときは迫力満点なので、乗船なされた方はこの時間をデッキで過ごすと覚えておいてくださいね。よく見るとライトをつけた車が大渋滞しています。これもネオンになって綺麗ですね。橋も越えたことだし、部屋に帰るよ。デラックスシングルの通路ではなくスイートの通路からも行けちゃうんです。初めて乗船した時、スイートだったのでこの通路を覚えています。さすがスイートといった感じで静かで素敵な通路です。ここから私たちの部屋、デラックスシングルに行けちゃうんです。スイートの廊下を経由し、デラックスシングル788号室に戻ってきました。さっき触れましたが、なぜこの部屋がおすすめかということですが、廊下に3辺が囲まれているんです。だから隣の音が聞こえにくくいいんです。一つ言い忘れていましたが、選手で上層階ということもあって静かなのです。ちょうどベッド横がこのスイートの廊下の左壁にあたります。バスタオルがないので、船子のバスタオルを持参で大浴場に行ってきます。大浴場に向かいましょう。同じ7階フロアにあるので便利です。デラックスシングルに乗船なされる方は、バスタオルの持参がおすすめです。備え付けの船子のお持ち帰りタオルしかありませんので、注意が必要です。やっとゆっくりできますね。温まりましょう。お風呂で疲れも吹っ飛んじゃったので、少しだけ探索の続きです。6階のソファーには USB コンセントがあって、大部屋にいる方なら、ここで充電もでき、ゆったりもできるのでおすすめです。私は少し涼みたいのでデッキに出てみたいです。付き合って。うん、涼みましょう。気持ちいい。けど真っ暗でなんか怖いね。落ちたら確実に死にそう。そんなこと考えてたら寒くなってきた。あとは、
前にリベンジを誓った瀬戸大橋の撮影に挑みます。まだ時間があるのでお部屋に戻りましょう。まだまっすぐ進みます。ここで右に曲がって進みます。そしたら左側の788号室に到着です。瀬戸大橋の通過時間10分前に来たのに、橋が目の前に差し掛かってる。やばいやばい。けど間に合ってよかったです。今回少し感度を上げての撮影です。前よりかなりマシに撮影できたと思います。リベンジ達成。橋の通過時間の記載はその付近でということですので、橋を見たいと思う方は早めにデッキに来られるのが良いと思います。明石海峡大橋通過時間はかなりの人がデッキにいましたけど、瀬戸大橋はほとんど人がいなかったです。まだ22時45分なのにね。皆さん寝るの早いね。来島海峡大橋は YouTuber のけんちゃんさんに任せて寝ることとします。赤熊さんと船子たち、東海汽船の愛ちゃんです。おやすみなさい。おはようございます。現在朝4時です。みんな相変わらず寝相が悪いな。まだ日の出まで時間があるので、エントランスで時間を潰しました。待ちきれず7階のデッキに来ましたが、真っ暗で出直しです。6階の選手の展望スペースにでも行ってみましょう。途中にこの座席にも USB コンセントがありましたよ。6階にあるお部屋を越えて選手の展望スペースへ向かいます。入ってみることにしますね。カーテンが二重になって光が漏れない工夫がなされています。選手から光が漏れると船舶の航行に支障が出ますからね。絨毯の花火綺麗だな。明るくなってきたけど、曇り空でした。残念です。これでは今日の日の出はアウトということです。がっかりです。けど、せっかくなので7階デッキに向かいます。皆さん、ごめんね。日の出を見せることができなかったね。鉱石の白く泡立ってる景色で許してね。デッキの出入り口も船内の電球色の明かりが素敵なので撮影してみました。新門司港に7時到着で、レストランが朝6時からの営業ですので、下船の準備もしなくちゃいけないし、早くレストランに来ました。グッドモーニングの看板がないですよ。忘れているのかな。一番乗りかと思いきや、一人待っていました。こちらにモーニングメニューが出ていました。今日はサバの和定食を食べようかな。私は前と同じで、朝粥セットにします。これはどう見てもサバの和定食が美味しそうです。朝はあまり食べれないですが、いただきます。お漬物からいただきます。そしてご飯を食べます。
サバさんは美味しいかな？パクリと、美味しい。卵焼きはどうかしら？これも美味しい。合格です。船子コックごちそうさまでした。オーシャン東急フェリーが見えるともう着岸です。また雨で船内からの撮影になってしまいました。泉大津からは先に阪急フェリー響が入港していました。ファンネルに特徴があるフェリーです。なんか2つファンネルがついているみたいです。もう止まっているということは何時についてるのかな？泉大津からは朝6時に新門司港に到着しているみたい。早すぎるよね。今乗っているフェリーでも朝ごはん時間少ないのに、ということは朝ごはん食べれないのかな？朝5時から食べれるみたいですよ。平城京もどきの建物が現れたよ。これを見るともう下船かとテンション爆下がりです。下船です。ゴールデンウィークということもあってたくさんのお客さんが乗船していました。スタッフの皆さんありがとうございました。ようこそ北九州市への地味なポスターが貼ってあります。船子を使ってくれたらいいのにね。天井の高い待合室がなんか豪華。帰る間際にベランダから阪急フェリーありがとう。また乗船しに来ますね。お元気で。1階の受付にはたくさんの船子たちがいましたよ。JR 小倉駅まで送迎バスで35分もかかります。結構な距離です。これが無料というのもすごいね。これから JR 九州の特急カンパチに乗車しに博多駅へ向かいます。今回利用したデラックスシングルは安くて快適なお部屋です。ぜひ皆さんも利用してみるといいと思います。もしよかったなぁと思いましたら、チャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。